皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちです。今日はですね、絶対ミスをしないレシーブシリーズの動画をやりたいと思います。もう今まではカメラのアングルがだいぶ遠い視点からのこのシリーズだったんですけど、今回はもう実際講習会とか実際目の前でリアルに聞いてるような感じのめっちゃ近い、もう私の顔が映る映らないのほんとギリギリのラインで、もうこういうもう目の前で直に教わってるような感覚の絶対入るシリーズのレシーブの卓球知恵袋を今回新しく取ることにしました。やっぱ試合で負ける原因の8割ぐらいが相手のサーブがうまく返せないことによって負けることが多いので、その8割を減らすということを私自身が今一生懸命皆さんのために、やらさせてもらいました。よろしくお願いします。じゃあですね、まず横回転サーブ出してもらっていいですか。はい、じゃあすみません。横回転ってやっぱこうつっつくとやっぱ横に飛びますね。やっぱ横に飛びやすいんですけど、で今日はですね、まず1つ目に、返しやすいレシーブは角度合わせのレシーブっていうのがありまして、でですね、やっぱつっつきを切るのが難しいで、つっつき切るの難しいけどそんなに感覚ない、でも返す仕組みっていうのがありまして、相手のちょっとシャークにちょっと横回転の面作ってもらってください。はい、でシャークの今のあれは横回転ですよね。角度横回転ちょうどいいで、あれと同じ角度を作って、こうやってですね作ってつっつきをしてもらうと返りやすいです。じゃあちょっとやってみます。同じ角度横回転のかなと思ったら、今こうやって斜めにしました。斜めにしたら今あれ入りました。今もう一度いきます。横回転だからそうやってやるとこう入りました。今低く入るようになりました。私今切ってないです。つっつきは切ってないんですけど、これでレシーブミスが、なくなりました。なので角度ですね、今見てますとこれ一緒ですよね。なのでこれ一緒なので返るという仕組みですね。これでミスダメなのはですね、こうラケット逆に立てちゃった場合ですね、もう一度横回転やってもらって、立てると逆にめっちゃ飛んできます。これはこうやって合わせるとですね、バツみたいな感じの模様になって、これだと同じ角度じゃないですよね。むしろもう真逆の角度なんで一番やっちゃいけないんですけど、なのでですね、なので横回転を相手と同じ角度をただコピーして真似て合わせてあげるだけで、実はいろんな回転のサーブは返せちゃうんですよね。じゃあ逆にですね、巻き込みとかやってますよ。はい、巻き込みサーブ逆横回転、さっきの回転の逆です。なのでつっつくと今度はこっちに飛びました。はい、普通に正面つっつくとやべえ飛んできた。じゃああれと同じ角度をコピーするってなると、あれと同じ角度かってなるとこうですよね。ヘッドがちょっと立てたような少し縦気味でつっつく。はい、じゃあお願いしていいですか。ヘッドを縦気味にしてると今これ低く送ることができました。はい、これは覚えた方がいいですね。はい、これありがたいないやもう何度もですけど、これやっぱいいレシーブだなと思います。だから切らなくてもただこう乗っけるだけで無理しなくていいんで、逆に力入れちゃうと、もう一度やってもらっていいですか。変に力入れちゃうとこうやって飛んでっちゃったりとかしちゃうことが多いので、角度で合わせるときはもうそーっと優しく、力抜いた状態で送ってもらえれば十分なのかなと思います。これだけで返ります。はい、でこれもちょっともう一度巻き込みの角度だからこれです。正解これです。はい、っていうので実際ですね、今これでバックでこの形角度合わせのレシーブってやったんですけど、同じ角度をコピーすれば入るっていう原則があるんですけど、これを試合中だと相手のスイングが速かったりすると見えなくなっちゃうんですよね。角度がやっぱ今みたいにちょっとゆっくり横回転やってもらっていいですか。ゆっくりやるとこれが横回転だなってさすがにやっぱ分かるんですよね。こっち巻き込みだなとか、ゆっくり相手がですね、あんま強くない相手だとスイングが優しいのでこう角度作れるんですけど、ちょっと、なんだろう、普通にサーブちょっと早めに出して、早めっていうか何が起こってるか分かんないですよ。今みたいにスイングが速いシャークみたいな上級者の方がサーブ出すとおみたいなただでも横回転っていうのはちょっと分かる。こっちには振っているから横系だなとか逆横だなとか、系統は分かるけど、ただどう返したらいいか分かんないんですけど、だからその時に今の角度合わせの法則をとりあえず覚えておけば、それは今最初は角度をコピーしていきます。
角度呼吸でしょ。でこれをだんだんとやってると体が覚えてきます。もう上手いトップ選手はもう体で勝手に横回転かけたら勝手にこうなるんですよ、ラケットの面が。無意識に反応、もう横回転かけたイコールもうボールの内側をつつけばいい、ボールの右側をつつけばいいです。はい、で逆横回転巻き込み系とか YG とか来たらボールの外側をちょっとつっつくようにっていうのがもうトップ選手だとねもう当たり前なのにね、そうなんですよね。そうです。もう本当小さい頃からそのこうかけたらこの面作れば入るっていうのがもう素早くね身についちゃうからね。なのでそれが今の角度合わせのやつをやれば応用でできるようになるので、スイングが速くて見えなくてもちょっともう一度やってますから、速くてもとりあえず横なんでこうやってやっとけばいい。コピーまあ実際見てる時間ないですけど、今 YG で巻き込みじゃねえよ、どう見てもちょっとやばい、はいなのでこう、これ YG ですね、なんで巻き込みって言ってたの横回転きた、っていう感じで今みたいにですね、とりあえず面が全く同じように真似できなくても方向は分かるので、そっちの方に向けてもらえればこうやって低く安定して切れなくても試合中なんとかなるっていうことを、知ってもらえたらと思います。でよくですね講習会で角度合わせのレシーブを早く覚える方法がありまして、ですねどうしようかな、じゃあチャー君にちょっとやってもらいます。じゃあサーブ私出さないんですけど、どっちの方が分かりやすいかな、そっちからのシャークの角度出るかな、逆になりますシャー君じゃあシェイクでちょっとやってもらっていいですか。はい、で私よくやってるんですけど、この反応の速さが大事で、じゃあ今サーブ出さないんですけど素振りだけ面作るんで、それを瞬時に角度を合わせてください。同じ角度合わせてできます。おーやっぱ速い、やっぱ上級者やな。おー速い。わあ返されてるね、返されてる、確実に返されてる確実に抑えられて、これはい、ああいう感じですね。今上手くなるとあんな感じの速さが出るんですけど、ちょうどそうなんですよ。なんですかね、あれが実際の試合のレシーブの感覚に近いんですよね。やっぱすぐピッと出した瞬間にこの角度っていう、こういう練習を私はちょっとじゃあ初心者チックにやっていいですかじゃあよく講習会でやるとみんな追いつけないんですよ。最初どっちか出してもらっていいですか。これだと浮いちゃうんですよ。これだともう間に合わなくてちょっとこれだと浮いちゃうんですよ。これだともう間に合わなくてちょっと浮いちゃったりとか、そうですね、もう抜けちゃったり、つっつきがちょっと当たるタイミングに遅れすぎたりとかして浮いちゃうっていう、ミスっちゃう原因なんですけど、できるようになってくるとこうやってこれだんだん速くなって、この練習した方がいいです。この練習するとこうやって相手と同じ面をすぐこっちこうやってこれは今どんどん速くなってきたので、これで試合っていうかそのオールをやるとどんどんその相手がサーブちょっと巻き込み巻き込み出してもらっていいですか。巻き込みもこう来た瞬間にすぐこうやって面がすぐピッと出るようになります。さっきまでだったらこうなるんで遅れちゃうんですよ。一回に待っちゃうんで、なのでこの練習をぜひやってもらえたら、これ講習会の時に角度合わせみんなレシーブのこのクックっていう感じのとても早くうまくなったので、こういう感じでやってもらえたらと思います。でフォアの方も同じようにやれば返せるので、ちょっとフォアは今日はちょっと入れちゃうと2倍の時間かかっちゃうんで同じこと一周しちゃうんで、角度合わせの感覚とかも一緒なので、フォアも同じように角度合わせで返せます。横回転が来たらこう、逆横回転が来たらこう、下回転が来たらこう、横回転が来たら逆横回転が来たら下回転が来たら角度合わせっていうとやっぱ切れないんで、あとクロスにしか基本返らないので、安定しては返すことはできるんですけど、相手にですね待たれたりとかされやすいです。返すことはできるんだけど3球目打たれやすいので、上級者になるとこれプラスこれっていうか、これよりももう一つ上のレベルのレシーブが必要になって、それは今から上書きつっつきっていう思いっきり切るつっつきです。今度は逆に思いっきり、もちろん横回転になってもらっていいですか。それをとにかく普通に返すと正面でゆっくり当てにいくと今みたいに飛んでいくんですけど、正面で当てにいって思いっきり今すごいバックスピンを今度は逆に思いっきり、もちろん横回転になってもらっていいですか。それをとにかく普通に返すと
正面でゆっくり当てに行くと今みたいに飛んでいくんですけど、正面で当てに行って思いっきりこう今すごいバックスピンをこうかけました。ツッツキで思いっきりこうギュッと、はい、でこれがですね上書きツッツキという、相手のいろんなサーブちょっと、ナックルとか出してもらっていいですか。ナックルとか出しても相手の回転を強いスピンをかければ潰せるので影響を受けない。だからこれある意味一番便利です。相手のラケットの角度とか回転量とか見極めるのがちょっと難しいじゃないですか、試合だと、初対戦とかだと。でそこでツッツキが切れる方は思いっきり引きつけて切ってもらった方がやりやすいです。で私もめっちゃ使ってます。これもう試合で分かんなくなって相手の差分かんない時は思いっきりこれとりあえずガーって切っておけば、でしかもこれ切ればこれ切れてるんで、こうやって切れてるんで相手の3球目を防ぐことができたりとか、あとはつっつきしてくれたりとか、あとミスも相手のミスも誘えるというので、非常にトップ選手、中国の選手なんかもうみんなつっつきで返すならこれだよね。中国の選手とかだったらもうこういう感じの上書きつっつきが主体になってるのかなと思います。はい、でやり方なんですけど、これさらっとやってるから簡単そうに見えるんですけど、ですね、ちょっともう一度出してもらっていいですか。これですね、切ろうとしてこうよくあるじゃないですね、水平台に対してこれ平行にしちゃうとこれだと上に上がりやすくなっちゃうんですよ。切れるんですけどトップ選手のつつきもこういうつつきなんで、やべえ、これちょっと難しいんですよね。水平にしすぎると切れるけどやっぱ浮くので、理想は45度っていう角度を私は推奨してます。45度でちょうど斜めなんですけど、これで思いっきり引きつけてチョップしてあげる。チョップですね、感覚的に。でここの速さが大事です。ここの大きくゆっくりやるんじゃなくて、これなんつったらいいんだろう、この速さこの速さが速ければ速い人ほど切れます。これが最初から最後まで一定だったらもう一度やってもらっていいですか。上書きつつきできない人は一定速度で押すとみたいになっちゃうんですよ。で上書きつつき成功する人はこんな感じ、なんだろう、ちょんって感じなんですけど、表現むずいななんつったらいいんだこの表現。講習会でもよく言ってるんですけど、この速さなんですよね。インパクトだけめっちゃ速いみたいな、ツンみたいな、ここが速いと切れます。でボールをちゃんと引きつけた方がいいです。上級者は速いタイミングでガンってできるんですけど、基本はですね、私もですね引きつけてやった方が、ちょっと引きつけ気味にやった方が切りやすいです。なので最初は引きつけ気味で思いっきり切る、で45度がですね、多少スイングスピードが遅くても上書きしやすいです。もう一回垂直にします。そうするとこれたまに調子いいともう一度やってますから、こういう練習中だったらめっちゃこう切れるんですけど、ただ緊張するとスイングスピードが鈍ったりしたらこうなりやすいです。で45度が推奨しているのは、動画でも何度も言ってるんですけど、これ思いっきり切りやすい、差し込みやすいっていうのもあるんですけど、もしビビった時に乗っかっちゃってもこうやって入りやすい角度なので、保険をかけてるような状態ですね。上書きつつき切るのはやっぱなんですかね、やっぱ緊張したり相手がちょっとつわもののゼッケンとかつけてたりとかいう強豪校の服着てるだけでつっつきとかって切れなくなるので、それだけでただサーブナックルでも切れなくなるんで、その時に45だったらポワンとはなりづらい。45だったらこうビビっても乗っかって切れなかったってやってもこうやってある程度低く、緊張するとスイングスピードが鈍ったりしたらこうなりやすいです。で45だったらこうビビっても乗っかって切れなかったってやってもこうやってある程度低くで45でいってもらうのが現実的かなと、一石二鳥なのかなと思います。であとはこう切る瞬間はどちらかというとこっから入ってこういう切り方が切りやすいので、つつきが切れない方の傾向はこの真ん中の上で当たってる人がみんな切れないです。ちょっとやってもらっていいですか。よくですね、つつき切れない方はこの上で乗っけちゃってるんですよ。こうやってここら辺で、当たるとこを見ればすぐ切れない人って分かります。こっちの上半分で当てにいってる人はのっけつつきなので、これだといつまでたっても上書きはできません。なのでこう入り始めのところでここですよ、ここでクッてやってもらえば切りやすいのかなと思います。なのでここで切れた。もう一回いきます。なのでここで引きつけて、ありがとうございます。であと1個、あとはパーからグーにするって感じの感覚もあった方がいいですね。パーからグーっていう力抜いといて最後にグッてもう一度やってます。力つつきはですね、よくやってるのが最初から力入れちゃうとこうやって最初初心者の方多いんですよ。切ろうとして力んじゃうんですよ。
脱力しといて最後にパーからグッてする感じで、グーの時にチョップってやると、じゃあちょっといろんなサーブちょっと色混ぜてもらうそらねえわこれよしで、なんかいろんなの来てもとりあえずはこう思いっきり切っとけばなんかすごそうだけど、はいはい、とりあえずこれで、はい、ありがとうございますそらねえわこれよしで、なんかいろんなの来てもとりあえずはこう思いっきり切っとけばなんかすごそうだけど、はいはい、とりあえずこれで、はい、ありがとうございます。前腕と手首を当たる瞬間にクッと早く使う。フォアも前腕と手首を当たる瞬間に早くフォアがつっつき苦手な方って結構多いんですよ。一回バックやってますから。なのでバックが切るの得意だから引きつけて思い切ってる。で封じる。でフォアに来てもこうやって角度で合わせれば、もう一回やってもらっていいですか。フォアに来ても横回転と同じ角度をこう作って、こうやって横回転と同じ角度を作って、合わせはフォアが弱点、つっつき切ることができない、レシーブが切ることができないフォアの弱点なつっつきでも低く返せるので、相手がですね弱点と思わないという現象が起きます。だからレシーブがちゃんとミスなくこう送られれば、これだとここ弱点と気づきにくいんですよね。なので角度合わせと上書きで使い分けると、こっちは上書き、はいですね、はいってやると、でこっちは角度、はい、なんかつっつきの質も全然違いますし、回転量も。で自分の今の能力値で一番ミスのない状態っていうのを実現することができます。あとですね、もう最悪試合中角度も合わす余裕ない、上書きも余裕ない、もう何も余裕ないって時もあります。でそういった時は、真ん中に、脱力してつつくっていうことですね。なのでもうそーっとこう真ん中に台の中心らへんにもう限りなく力を抜いてそうっておけばどっかに入るっていうものですね。これ真ん中狙っておけば、これ今真ん中狙ってるんですけど、こっちに入ってバックに行ってますよね、シャークに。これは普通につっつきだったら普通にこっちかこっち、バックかフォアって狙うのがベースになっちゃうので、バック狙おうとするとやはり横が強かったってなるんで、分からなかったら真ん中に送ってください。そしたら今みたいにラッキーで入るんですよ。今ラッキーでちょっと浮いたけど入りました。だからこれ帰ることだけで大きいので、真ん中を置いてどっかおこぼれでこう入るんです。なのでそういったのをうまくフォアもですね、こうやってポンとどっかそーっと限りなく力抜いて、この時に変に中途半端にそーっとやるのがいいのに、こう変に押すと飛んでいきます。なので力抜いて真ん中にそうだからビビった時はずっとこの短いサーブに関しては基本、あからさまに上回転みたいなサーブはちょっと上回転出してます。もう上だなって、もうこれはこうできないので、もう上回転はもちろんこうやって、もちろん上の時はこうやってやってもらえばいいと思うんですけど、ただ基本ショート系のサーブ、回転系のサーブが何か来た、回転サーブ何か来たよっていう時はそーっと真ん中に置いてもらうっていうのが、でしかもラッキーでこう逆つけるんですよ。今みたいに真ん中でなってるのにフォアバックいったりとかする、トップ選手が今結構こういうのでコードに真ん中に沿って合わせて両サイドで飛ばすとか、そういうのをうまく、逆になんですかね、初心者がもう向いてるんだけどトップ選手もなぜかやってるともう一度やってますけど、こういう感じのやつですね。はい、そっちの方に目向いてるんですけど、真ん中に行くだけど球がそっち行ってるっていう、こういう感じのやつですね。はい、そっちの方に目向いてるんですけど、真ん中に行くだけど球がそっち行ってるっていう、トップ選手も非常によくこういうのをですね、最近こういうのをよく使っているかなっていう感じです。はい、だからそういう逆モーションつけるというおまけ付きですねそーっと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 。じゃあ最後になんですが、足の使い方とか全くやってなかったので、レシーブ陣のなんですかね、やっぱ素早くその場まで動かないといけないので、ちょっとサーブどうしようかな、ちょっと真ん中ら辺出してもらっていいですか。真ん中ら辺にやっぱもう来るので、それをこうやってやろうとしたらあれみたいになっちゃうんですよね。普通にここで待ってる、当然ここにいますよ。だからそれをこう今足運んでピッと返しました。だからこの足運んでできるだけこう体の近いところで掴んでいただくのがレシーブの安定しやすいポイントなので、できるだけこう足、無意識に多分足運んでいる方も多いと思うんですけど、この足の運びはできるだけ低く、この右足を一歩入るんですけど、この時に右足を一歩
入ったというのにできる姿勢が限りなく低い方がいいレシーブできてます。これは状態高いと浮きやすいです。状態高いとあと動けないです。はい、状態高いとちょっと質が悪くなるんです。なのでちゃんと状態を低くして、上手い人はみんな低いんですよね。状態高いとあと動けないです。はい、状態高いとちょっと質が悪くなるんです。なのでちゃんと状態を低くして、上手い人はみんな低いんですよね。姿勢結構低くして、はい、返して。よしよし、低く低く低く、よしということで角度合わせのレシーブと上書きつっつきと、もうどうしようもない時は真ん中に超脱力つっつきっていう形でやると、この3つで回せれば試合ができるのかなと思います。ということで皆さんもですね、ぜひ挑戦してもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。